にちは。今回はロックは淑女のたしなみでして第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。一曲でどんだけパロディ使ってんだよ。本書を表した似たような人種だった。ゲーミングお嬢様、煽りおる。バンドリみたいに丸太のように太いギターネックだ。中指隠すな。中指立てろ。クラウザーさんくらい口悪いやん。不燃ゴミのが発火点低いよ。なんで不丸々臭いって規制されるんだ。バカなオタクがリアルで真似するから。海外で配信するためかと。ジャバミユメコのパクリ。やべえやつだった。いい最終回だった。体が小さいのか PRS がでかいのか。これでやる気になるやざまずでは。これだけ煽られて言われっぱなしで終わったら男じゃないだろ。生えてるのか。なかなかぶっ飛んでていいな。これは教育によろしくないアニメでございますわね。漫画は音が聞こえない分はそういうもんですか。だったけどアニメで音がつくと逆になんで負けてんだかわかんねえ。このアニメはロックだ。そしてこのアニメを目にした君たちもロックだ。ロケットで突き抜けなきゃ。あくまでお嬢様ずんとした丁寧お上品な言葉で罵ってほしかった。兄弟のパートナーになるんですね。にじかちゃんも中指立ててたし、ロックだなバンドって。それは北ちゃんや。ガールズバンドアニメってイカれた女ださんといかんなるまでもあるんか。それな。音楽やっているやつは大体どっかおかしいから。ボザロは別にイカれたキャラはおらんかったやろ。これ表現しない方が面白いのでは。すごい本性をさらけ出していったな。生涯ってことはこのままプロデビューするんか。もっと美少女動物園みたいにしてくれ。動物園みたいにはなります。バンドに増えるよ。生涯のパートナーって結婚するのか。結婚しとるやんけ。めっちゃ面白いやん。ドラムがここまでうまいアニメは初めてでは。完全燃焼と言いながらダメ出しとは。完全燃焼じゃないのか。インストバンドをアニメにするのは難しいのは分かった。結構面白い。体操着に着替えてからの方がいいな。汗だくになる。まあ面白かったな。インストでやるからライトの曲やったのか。この作者ならラストに女同士の結婚ありえる。なんかキャラの顔やたら虫奉行っぽいなって思ったら虫奉行の人だったのか。虫奉行の人なのか。エロいの。黒髪の方も苦労人なんか。バンド物当たり多すぎ。ボーカルとベースは次回行こうかな。とりあえず今期放送済みのアニメの中じゃ一番面白い。面白かったし CG もかなり出来よかったね。下手呼ばわりだけじゃなくてもうちょっと振られてからギター持ってほしかった。最後の表変が怖かった。コナミ感。早く追加戦士の王子様系と入気弱お嬢様を出してくれ。一番好きなんだ。展開が分かりやすくていいね。疲れないアニメが必要だ。そのうちベースとキーボードが加わるのかな。今期の中ではなかなか良い。金あるんだから練習でもギター振り回してそこら当たりのもの叩き壊していかないとな。歌なしであれだけ演奏シーンを長くやったところにスタッフの自信が見えるわ。メンバー揃ってどうなるか。ロックの後はヤンキーか。ギターのサイズに文句言ってるやつ。楽器見たことないんか。いい顔してる。まあ1話としてはいい感じ。お嬢様の皮をかぶった女王様と野獣。くすぶってたギター魂が燃え上がってるな。ああこれ虫奉行だ。顔が虫奉行っぽくなってきたな。負けず嫌いとハングリー精神あってのロックンローラーよ。夕日の橋の下で友情エンドと思ったらこの黒髪お嬢は。せっかく見つけた仲間にこの暴言とかロックが過ぎるんよ。誰がボーカルやるの。いない。ボーカルいないと結束バンドみたいな売れ方できないじゃん。面白い女。超お堅いと思っていたお嬢様学校のトップカーストの子がこっそりドラムをやってたを目撃したら気がつけば一緒にギターで格闘バトルのようなセッションをやっていました。ロックンローラーなんてそれでいいんだよ。雑誌的にクラウダーさんの後輩だからな。ただパートナーでなく生涯のって、つまり
同性婚しちゃうの。中指立てて煽り寄る。中指はやめとけ、小指にしとけ。両手立てないだけ川崎よりマシ。中指立てるのが海外では放送禁止になるので。北ちゃんのあれ放送禁止か。人差し指です。全方位にかましてたよなあれ。学園のトップ2がロック演奏してるとか、学園長そっとしそう。学園長もバンド組んでたパターンやな。原作で1話を読んだ時のこの表現ぶりがマジで面白すぎてビビった。笑い。バチクソ面白いな。アニメで初見だがマジやばいわ。いや、映画館の音響で見たかった、聞きたかったですわ。セッションシーンなかなか見入っちゃったね。お嬢様がロックやるのもギャップあっていい。これから仲間集めてバンドやると思うから、今後の展開楽しみ。ロックレディ完全初見だけど、アニメーション、特に演奏シーンかなり力入ってていいし、終わり方もめちゃめちゃ面白い。続き楽しみ。あ、めっちゃ良かった。この動きが、この音が、と思いながら見ると、本当に熱くなる。大変失礼ながら完全にミニシュラな作品だったけど、導入がめちゃめちゃ面白かった。続けてみますわ。な、フラーからギター持ち逃げすると言った。休日に放送されてる女児向けアニメ並みにおかしい行動をかます。バンドリみたいな流れは感じた。関根明も島袋美由もいろんなキャラクターを演じてるからこそ、この普段とのギャップが良いよな。いや、原作漫画も読んでたから、音が加わるとこんなに良いものが出来上がるか。最高すぎた。演奏シーンからパワーが感じられるので、ロックアニメとしてはだいぶ良い。期待して良いですか。なかなかのオーリスキルやったやんけ。ドラムの姉ちゃん、これは期待できそうやな。上級国民しかいないいかにも漫画的なお嬢様学校が舞台というのがユニークだし、実は庶民のリリサが見せる表の顔と本音の落差も面白かった。肝心の演奏シーンもすごく力が入ってて見入ったし、最後の表現といい、バンドものとして実に惹かれる導入でした。超お嬢様学校でロックをたしなむ女の子たちの物語。A パートで丁寧にお嬢様っぽい描写をした上で、B パートでロックに振り切るのギャップが最高だったな。演奏の CG も効率高くて今後が楽しみ。鈴宮リリサの日常に色を添える黒金音羽の存在。出会うべくして出会った2人の乙女。ドラムを叩く音羽の本性に驚きました。このお嬢様、煽るのうまいですね。ちらりと見せたリリサの過去のゾクゾク感。話に厚みがあって面白い。お嬢様が使うピックにしては過激な絵だと思ったけど、箱入り娘と侮ってかかった相手がもっとヤバいやつだった。という展開への伏線だったのか。この学校、ロックバカがツートップかよ。ユリになるのかこれ。庶民からお嬢様へジョブチェンジし、通うことになった学園で拾ってしまったのはギターピック。落とした相手を追いかけてみれば、ドラムの圧で潰しに来るし、お前のギターしょぼいで煽るわで、とんでもねえやつじゃねえか。クソ長ツインテの存在感がありすぎる。縦方向じゃなくて横方向に広がるツインテはなかなかの画面占有面積だな。その髪型で偽装お嬢様は無理でしょう。ブルーハーツの使い方が豪華だ。モブ歌唱とは。そしてメインキャラたちの演奏はインスト。なかなか硬派だね。牛丼食いてえ。主人公のお嬢様らしからぬ一言で好感度爆上がり。ギターにドラムが想像以上にうまい。3D を駆使した演奏中の動き、カメラワーク、素晴らしかった。面白い。今後も期待大。女の子しかいない。プラス5万点。お嬢様しかいない。プラス100万点。ガールズバンドアニメ。プラス10万点。スカートが長い。プラス10億点。女の子が女の子を挑発する。プラス5000万点。合計10億5115万点。ところで最後の生涯のパートナーって。出会いと変化の予感に騒ぐ胸は小鳥の羽ばたきに似て、まずはやたら場所を取る髪型におののくよね。そしてとんでもねえシンデレラです。一瞬で心を奪っておきながらのプライド10人。つなぎ止められちゃうよね。運命だよね。この堅牢な鳥かごでどんなロックを奏でるんだろう。ガールミーツガールはロックの始まり。マリ見てかと思ったら、ボッチザロック始まった。
2人の乙女の出会いから麗しきお嬢様ゆりが始まるのではなく、壮絶なロックバトルが始まっていくギャップがもうたまらない。もちろん入りもあるんですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。